こんにちは、ミドチャレ TV の愛です。今回は富山駅周辺を1泊2日でぶらり街歩きをしてみます。前回は富山ホテル編で城址公園前にあるスーパーホテルプレミアに宿泊しました。まだご覧になっていない方はぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。それではぼっち旅スターティン。はい、ということで1日目12時過ぎに富山駅に到着しました。これから岩瀬の方に向かおうと思っています。岩瀬までは路面電車または水上バスで行くことができるので、せっかくだから水上バスに乗っていこうかなと思っています。そして私はなぜゼーゼーしているかというと、水上バスの本数が少ないので、それに合わせて駅から猛ダッシュしてきました。乗り場は富山駅から10分から15分ほど歩いたところにあります。ちなみに正式名は水上バスではなく富岸水上ラインです。ありました。乗り場は関水公園にあります。なんかここ自体がすごい素敵なので、船に乗らなくてもここでのんびりするのもいいですね。乗船チケット売り場見つけました。関水公園から岩瀬までの所要時間は約60分。片道2500円です。料金の中に帰りの路面電車片道乗車券がついています。乗船するとライフジャケットを渡されます。腰巻き用です。ミニ船の中は外と室内がありまして、風を感じたかったので外側にやってきました。お手洗いも完備しています。いい風あります。私がぼっちな中、家族連れの皆さんは和気あいあいと楽しそうです。いよいよ出港です。船が出発するとすぐ近くにある富山県立美術館のレストランのスタッフが手を振ってくれていました。子供たちも大喜びです。私はというと風が心地よくてまったりしちゃいました。このように終始観光案内をしてくれているんで、観光名所を知りたい方にとってはね、すごくありがたいんですけれども、とにかくずっと放送が流れているので、景色をゆったり眺めたい、浸りたいっていう方には向き不向きがあるかもしれません。そうこうしているうちに1時間の船旅を終え、下船です。はい、ということで富山駅から船で約1時間、岩瀬カナル会館の前までやってきました。ちなみに電車ですと富山から岩瀬まで30分ほどで到着できます。さてさて、行き先がちょっと決まってないんですね。岩瀬は江戸時代後期から明治時代にかけて北前船の交易で栄えた場所です。現在はレトロな街並みが人気で多くの観光客が訪れるみたいなので、私もちょこっと散策しに来ました。このマップがすごく達筆で細かく立派すぎたので、私には読み解くことができませんでした。地図の見方をお店の方に聞きました。この古い街並みがちょっとね、見どころみたいなので行ってみたいと思います。ということで、この階段を登って左にまず行って橋を渡るといいみたいです。聞いてよかった。なんか素敵なお店だね。今ね、時間が2時45分という非常に中途半端な時間なので、お店がね、やってないですね。そして私またお昼を食べ損なってお腹空いてきちゃったよ。観光バスも通っているので、この辺りで間違いないでしょう。なんかすごい気になるお店。船着き場から歩いて10分ほど、目的地の古い街並みがある通りにやってきました。こちらは富山の名手、増泉で知られる増田酒造店の直営店です。もしかしたら飲めるかもしれないということで中に入ってきました。素敵な店内ですね。
立ち飲みバースタイルでおよそ100種類の日本酒が有料試飲できるとあって、お酒が大好きな私にとってまるでテーマパークのような場所です。気になる料金がこちら。パッと見わかりにくいんですが、木のマス220円を買って1杯ずつ単品で購入するか、または15分、30分どちらかの飲み放題コースのプランがあります。ちなみに私は単品で購入することにしました。おつまみセットも購入しましたよ。地元の、全部が入ってるのは全部地元のマスイズミです。辛口のまろやかなやつだとどうですか？辛口だとこれ今辛くてっていうのと、大吟醸の方がちょっと辛口ですね。うちのお酒どっちかというと米の味を生かしたお酒なので、どちらかというとみんな辛口でもマイルドにはなってます。すっきりした感じでも、ちょっとお酒米の味はすると思います。これうちのオリジナルなんですけども、オリジナル、オリジナルうちの店のオリジナルで、うちでしか販売をしてないですし、うちでしかないいいですね。じゃあそれから飲んでみたいと思います。ペースは左から右に向かって高くなっていくので、左から飲んでいこうと思いました。まずこちらをチョイス。バス泉富山県産山田錦 100% 使用純米吟醸。言えた。では早速いただきます。お味はどうかな？とってもふくやかで柔らかい旨味があります。美味しい。感動の一瞬でございました。このね、何に感動してるかって、マスがとってもいい香りがするの。日本酒の美味しさをさらに引き立ててくれます。美味しかった。そして日本酒に合わせておつまみセット3種盛り合わせを一緒に購入しました。300円です。ホタルイカのこしてあるのが特に美味しかったです。ちなみに内容はホタルイカの酢干し、アンチョビ、ビーフジャーキーです。続きまして佐関オリジナル富山ジャパン純米大吟醸です。こちらは一見陶器に見えますが、ガラスでできたボトルです。純米の美味しさがぎゅっと詰まっています。このホタルイカの乾いたやつが本当に美味しかった。はい、だんだん楽しくなってニッコニコしてますね。このね、マスが本当にいい香りで、これでお水飲んでも美味しいの。そしてお値段は自己申告制、こちらに書いていくスタイルです。アンチョビをつまみに日本酒を飲んでいきます。天井がすごく高くてね、おしゃれでした。特別な空間っていう感じですね。はい、お待たせいたしました。蔵最高峰の日本酒、増泉純米大吟醸寿プラチナ。天皇陛下がご来県の際、普段あまり飲まれないという陛下がお召し上がりになられたことで、さらに有名になった日本酒だそうです。上品な吟醸の香り、そして優しく広がる上質な米の味わいが、まさにプラチナ級です。数ある日本酒の中でこちらを選んだ理由は、日本酒に詳しそうなお客さんの皆さんがこれを飲んでたから真似してみたんです。で、後で調べたらすごいものでした。はい、続きまして直感で選んだ日本酒がこちら。なんかね、男前マッチョって書いてあったので選びました。でも誤解しないでね、男前でマッチョな人が好きっていうんじゃなくて、漁師が飲む酒が好きって指摘をされて、確かにそうだなって思ったからこれを選びました。はい、ということで、お店から出てきました。いやー、美味しかったし、とにかく楽しかったです。富山来たら絶対おすすめです。特にたくさんお店があるというわけではないので、街並みとか雰囲気を楽しむ場所です。はい、展望台が見えてきました。やってきましたのは富山港展望台です。地上から高さ 24.85 メートルの展望台で、ユニークな形の外観は
琴平神社に建てられた常夜灯をモチーフにしているんだそうです。船の安全と港の繁栄を願ってのデザインだそうですよ。螺旋状の階段を登っていきます。割とゼーゼーしちゃいました。ちょっとね、言い訳をさせてもらうと、お酒を飲んでるから辛いんです。普段だったら全然登れちゃうんだから。でも、頑張ろう。はい。富山の街並みはもちろん、広大な海を眺めることもできます。綺麗な景色を見れて大満足。じゃあ戻ろうかな。はい、港に戻ってきました。やばいね、もう4時ぐらいだから1時間ぐらいかかるので、ホテルに着いたら5時になっちゃうね。はい、帰りは路面電車で帰ります。はい、こちらの電車で30分くらいで富山駅に到着しました。時間がない方は行きも船より電車の方がいいかもしれないですね。帰りはほろ酔いだったのでぐっすり眠ってあっという間に富山駅に到着です。そしてこの日はスーパーホテルプレミア富山城址公園前さんに宿泊しました。ホテルの宿泊記は前回の動画でご紹介していますので合わせてご覧ください。お世話になりました。ペコリーノ。翌朝チェックアウトをして向かったのはホテルの目の前の城址公園です。はい、チェックアウトをしまして、せっかく城址公園の目の前にホテルがあったので、ちょっと入店をしてみようかと思います。すごい水の音が聞こえて、清らかな気持ちになります。どこから水が流れているんでしょうか。水が清らかです。かなり整備されていて、比較的こうタイトというかコンパクトなお城かな。案内図があります。まさにね、富山城博物館、そうか、やっぱり博物館がお休みだから入れないんだね、今日。赤なので松川茶屋に行ってみようかな。松川遊覧船で書いてある。なんだろう、どこに行ってるの？ということで、ホテルからも見える松川茶屋にやってきました。ホテルに到着する前から気になってたんだよね。お店の外観のイメージ通り、店内はとても素敵です。お店の片側は全面ガラス張りでとても明るい印象です。ということで、みたらし団子のお抹茶セットをいただきます。いただきます。日本庭園とかに茶室があると必ず寄っちゃいます。そのくらいお抹茶大好きです。はい、席をね、移動しました。後ろ側に外が見えるように。で、ちょうどこの外側の下に遊覧船乗り場があるんだけど、この時期はお休みでした。工事中かな？みたらし団子がめちゃくちゃ柔らかくって美味しかったんです。これね、おすすめされていただきました。人気なんですって。外のテラスでお茶を飲んでも気持ちが良さそうですね。この後私はブラックラーメンを食べに行く予定なのにペロリと平らげちゃいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。この旅のラストを締めくくるのは元祖ブラックラーメン西町大輝さんにやってまいりました。ラッキーだったのは端っこの席で目立ちにくいところです。そして初めてのブラックラーメンが到着。では、いただきます。どんなお味かな？まずはスープからいただきます。前日にカップ麺のブラック麺を食べていたので、
ちょっとね、違いを知りたいなと思ってやってきました。はい、かなり濃いです。そして麺も醤油の色になっています。結構太麺だね。さてさてお味は？必死で食べています。もう結論から先に言うとね、カップ麺と全然味が違います。正直、ちょっと私にはしょっぱめですが美味しかったです。好みね、かなり分かれると思います。麺は美味しいんだけどね、やっぱりしょっぱさが、長く食べてると気になってきちゃいましたけど、でも、やっぱり元祖っていうのは何でも嬉しいことなので、ここに来れてよかったなって思っています。それでね、味が濃いので生卵を注文したの。そしたら私間違えちゃったみたい。これ全部入れたら何にも変わらなかった。周りを見てたらね、卵液にすき焼きのようにつけて食べてた。間違えました。ラーメンをすすりながら思ったことは、YouTube を始めた頃、一人でラーメン屋さんに入れなかったんだけど、今ではすっかり大丈夫になりました。私、成長した。苦手なことも何度か挑戦していくうちに少しずつ慣れてくるものですね。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。富山県のぶらり旅お楽しみいただけましたでしょうか？このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタンとチャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミドチャレ TV の愛でした。